タイトルこれ日本の庭の心みたいな、これちょっと一晩テーブルの中の庭という日本庭、これも思い切ってこんにちは。今日はですね、中級編かな。ミニ庭園を作りたいと思います。ちょっと本来の庭の形っつうよりも庭の雰囲気を味わっていただくということでやります。よろしくお願いいたします。はい。一応今日使う材料はですね、この青竹、手に入れば、これ入った時には今年生えた、竹の方のは作業しやすいし柔らかいし、それはいいと思います。であとざる、このざるはお皿でもいいですし何でもいいです。こういうであと石関係ですね、こういう流木枝とかビー玉とか、貝殻とか、こういうのはホームセンターで大体売ってますから、あと砂とか、それは、雰囲気によって雲の雰囲気によってまたちょっと庭の雰囲気が変わるということで、以上こんだけのものを用意しました。で竹を使うんですけども、竹は1つ2つ2節までを一応使います。でまず最初にこの節切ります。で次これはもう2節のあとこういう形ですね。でこの一番上の方はだいたい10センチぐらいのそれとで次はですね、この節のところ、これも10センチぐらい。こっちと大体平行で、要はこの節を1センチぐらいこちらも残すような形で今度はここに置いて入れます。こう見ながらだいたい1センチぐらい間を空けて、こっちも1センチぐらい。こんな感じです。こんな感じで、これをこの間を取ります。この加圧して。なぜというと、竹自体節が目があるんで、その上に置いて残りますから、これも思い切って
こんな感じです。そうですね。ちょっとここの上入ってあれですけども、それあんまり気にすることはないです。これが残ってさえいれば、まあこんな感じに。でちょっと竹なんで研ぎさんで、もしあればカッターナイフできれいに。カッターでももう全然そうですね。ちょっと研ぎをさしちゃったり。これだからできるだけ最初に申しましたように材料で今年生えたの切った竹の方のは柔らかくて加工しやすい。やっぱりまあ竹垣とか生垣なんか使うには2年物とかちょっと年数が経ったやつの方のはいいんですけど、これちょっと最近のにはこれです。これで一応 OK です。でちょっとこれが一応もうこれで最後にですね、こうちょっとこの上のこの部分の節に真ん中に穴開けます。穴をちょっと開けてください。あんまり叩くと入れ回してビスでもいいですし、この節のとこにセンターにでこれでもう出来上がりですね。竹の方はであと置いてもらいまして、まあいろいろこういう大きな石があればこういうので石の上に何でもいいです。だからそこでちょっと海の雰囲気出したいというならばカイロ置いてもらったり。でちょっとビー玉をちょっとこう置いてもまた雰囲気違います。でこれからこれの飾りを植物と最後に決め手に氷を用意します。でさっきここに穴開けたところのポイントはイネ科系の植物の葉っぱ1枚ちょっと表にこうやって植物を用意しました。で次の段階でここからですね、細長いこれイネ科の植物でちょっとできれば笹とかそういう細っぽい植物が欲しいんですね。はい、こうやって正します。でその中に氷を入れてください。これが夏の雰囲気、もっちゃくでここにちょっと植物をちょっとあしらったりですね、花ちょっと何でもでこういう植物を秋取ったり
と今水入れすぎちゃう。ちょっと外れてます。これで氷の溶けた水がここに雫となって垂れてきます。それでちょっと涼しさをテーブルの上でちょっと入れすぎて、これをちょっと食卓のテーブルなんでちょっと置いていただければ、この暑い夏に涼しさをテーブルなんで、この考え方はもう庭の日本庭園の考え方で、そういう自然素材を使って、竹という素材を使いながら水も使って、ここなんかつくばいというようなイメージでいますし、これが掛け木的なちょっと感じを表現して、このような涼しさを演出ができると思います。完成です。これで完成しました。これでちょっと一晩テーブルの中の庭という日本庭園の凝縮した考え方をちょっと集めた形だと思います。タイトル、これ日本の庭の心みたいな。そうですね、今までの歴史的な多分形はそれぞれ日本庭園の時代ごとの形あるんですけど、日本庭園の凝縮した真髄っていうか素材を使った形で、これが日本人しかできない発想かなとは思っております。そうですね、雫とあとこの氷という氷があったからこそ、氷がなきゃ水でもいいんですけど、その時穴を本当にちっちゃめな穴を開けた形で雫を垂らすという。そうですね、徐々に溶けていって、またその雰囲気が、見た目も涼しさを感じると思います。こういう形の考え方、日本庭園、日本人でなきゃできない雰囲気のミニ庭園を今後作っていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。